まだまだ暑い日が続く9月。これから1泊2日の岡山旅行に向かいます。羽田から1時間15分の短いフライト。映画を半分見たところで着陸のアナウンスが流れました。岡山桃太郎空港です。空港からバスで岡山駅に移動します。岡山駅西口に到着。初めての岡山です。最初に向かうのは岡山城。連絡通路を通って東口へ。東口へ降りる手前、新幹線改札近くにあるロッカーに荷物を預けました。路面電車を使います。城下駅で下車。地下を通って交差点を渡ります。先にお昼ご飯を食べようと思います。こちらは宇城コーヒー店。岡山名物のエビ飯です。色はかなり濃いめ。少しスパイシー。コクがあって美味しいです。公園を通って川沿いに歩きます。お城が見えました。立派な石垣です。岡山城は黒い外壁を持つことから宇城という別名を持つそうです。お城の中には岡山の歴史や城の構造を知ることができる展示がありました。月見橋を渡って後楽園へ向かいます。ボート乗り場が見えます。どんぶらこではなく、スイスイと進んでいく桃ボート。
かわいいです。分かれ道、左は正門へ向かう道で少し距離がありました。日本三名園の一つ、後楽園。青々とした芝生が広がっています。江戸時代初期、岡山藩主によって造営された美しい回遊式の庭園。様々な植物や池や川があって、四季折々の風景を楽しむことができます。のんびり散策して楽しみましたが、とても広かったです。再び路面電車に乗って岡山駅に戻ります。今度は電車で倉敷へ向かいます。倉敷駅に到着。倉敷美観地区までの近道を歩きます。ノスタルジックな雰囲気。ホテルに向かいます。赤と黒のタイルが印象的な通路です。ここは倉敷アイビースクエア。2020年に全館リニューアルされたそうで、館内はとても綺麗です。部屋はシンプルで落ち着いた雰囲気です。のんびり休んでいたら夕食の時間になりました。赤ちょうちんが目印の新水さん。歴史を感じる趣があって落ち着く店内。どれも美味しそうで何を頼もうか迷います。こちらはママカリの酢漬け、岡山の郷土料理だそうです。おでんを数種類と和牛のすじ味噌煮込み、おでんはとても上品な味付けでした。それからクリームコロッケが美味しかったです。他にも穴子や天ぷら、高菜おむすびなどいろいろ食べました。どれも美味しかったです。静かな夜の街並みが素敵です。
おはようございます。旅行2日目の朝、ホテル内のレストランでビュッフェの朝ごはんを食べました。食後にホテル周辺を散歩します。こちらは昨日は通らなかったホテルの正面玄関。茂ったツタとレンガが素敵な建物で、もともとは明治時代に建てられた紡績工場だったそうです。10時にチェックアウト。フロントに荷物を預けて観光に向かいます。最初に訪れたのは倉坊記念館です。倉敷紡績さんの130年以上の歴史的資料が展示されています。ゆったりと川を行く船や美しい建物が並ぶ素敵な景色。倉敷美観地区は景観を楽しみながら街歩きを楽しめる人気の観光地です。散策しているとデニム製品のお店をよく見かけました。国産ジーンズ発祥の地として有名な倉敷市小島地区が近いことから多くのお店が集まっているそうです。観光案内所の2階に休憩所がありました。こちらは建物も素敵な大原美術館。エル・グレコやモネなど世界的巨匠の作品を所蔵している市立美術館です。モネの自宅庭園から株分けされた睡蓮がとても綺麗です。美術館近くにあるミュージアムショップ。素敵な品がたくさんあって楽しかったです。少し横道に入ると素敵な路地が現れます。生子壁の裏道。白と黒のコントラストが美しいです。歴史的な街並みをあちこちで味わうことができてとても楽しいです。お昼はうどんをいただきました。こちらでデザートを食べたいと思います。備前焼ギャラリー倉敷一葉窯さん。
2階がカフェになっています。宇治ミルク金時。大満足です。お抹茶も美味しかったです。備前焼の釉薬を使わない素朴な風合いが良いですね。お土産にはやっぱりきびだんご。MT で有名なカモイカ講師のある倉敷市はマスキングテープ発祥の地。いろいろなお店でマスキングテープを見かけました。気になっていたカフェへ向かいます。赤い門が印象的な入り口。こちらは倉敷コーヒー館。1971年創業の焙煎コーヒーの専門店です。注文すると、先にソーサーが運ばれてきました。本日のストレート、ブラジルサントス。旅先の素敵なカフェで、美味しいコーヒーを飲みながら過ごす。とても幸せなひとときでした。帰る時間が近づいてきました。倉敷駅からバスで空港に向かいます。岡山空港に到着。短い時間でしたが、初めての岡山はとても楽しかったです。それではまた。